喧嘩が強いだけで女にモテるのは厨房までだ。俺にそう教えてくれたのは師匠だ。じゃあ、あんたは頭がいいのか？そう質問した俺に師匠は、女は少しバカな方がモテると答えた。ジョークのつもりなのかもしれないが、全然笑えない。そんな師匠だが、一つだけ感謝していることがある。あの女は俺に本を読むことを教えてくれた。この世にはたくさんの本があり、その大半は面白い。つまらなかった本であっても、なぜつまらなかったのかと考えると、それはそれで無駄にはならない。ガキの頃の俺は、それこそ夢中で本を読んだものだ。俺の師匠は、俺が読みたいと言えば、たとえそれが漫画だろうとエロ本だろうと、何でも与えてくれたのだ。本を楽しむことができるのは素晴らしいことだ。どうして？歯医者の待ち時間を無駄にしないで済むだろう？俺を笑わせようとしているのか？歯医者の待ち時間に読んだ本で人生を語るようなこともなかろうが、今の俺なら師匠のジョークで笑えるかもしれない。マキナ、いるのか？ーい、空いてるのよ。おいマキナ、なんでお前は自分の部屋にいない？ちゃんとドアに張り紙してあったでしょ？お隣のお部屋にいますって。確かに張り紙はあった。だが貼られていた紙は黄ばんでヨレヨレの状態だったので、これではいつ貼られた紙なのか知れたものではない。お前ずっと天音の部屋にいるのか？そうだね。言われてみればずっといるような気もするのよさ。そう、俺が足を踏み入れているのは天音の部屋だ。見れば部屋の中は半分近くが雑多なもので埋め尽くされている。おそらくマキナは冬ごもり前のリスのごとく部屋を訪れるたびに少しずつ私物を増やしていったのだろう。立ち話もなんだし、入れよ。気さくな友人感覚か？お前の部屋じゃないだろう。マーキナ、誰か来たの？お兄ちゃんが来たのよ。ああ、ユージくん？何？どうしたの？ああ、マキナに本を届けに来ただけだ。本？何の？あれだ。そう言って俺が指した先には、マキナが持ち込んだのだろうザリガニの入った水槽が置かれている。ザリガニの詳しい飼育方法が書かれた本がないかと聞かれたんでな。駅前の本屋で探してきた。あんたが原因か、あのザリガニ。この子いきなり部屋に持ってきたかと思えば、青くするって言い出してさ。最初は洗面器に入れてたんだけど、夜中に逃げ出すもんだから水槽セット買う羽目になったのよ。そうか、そいつは悪かったな。別に責めてるわけじゃないわよ。この子が生き物に興味を持つのは悪くないことだし。ね、本は？ほら、これだ。ザリガニの飼育法は38ページから最後の2ページは青いザリガニについて書かれている。ありがとう。早速読むのよさ。マキナは俺から本を受け取るとその場にペタンと座り込み、早速本をパラパラとめくり始める。つーかさ、本当に青くなるの？俺がガキの頃にやってた実験では個体差はあってもかなりの確率で青くなった。なんか面白そうね。ところで天音、俺も一つ質問があるんだが聞いても構わないか？何さ？お前なんでいつも裸なんだ？ああ、別にいつもじゃないっていうか、今私シャワー浴びてるところだったのよ。そうか。
つうか、突っ込むの遅くね？次からは気をつけよう。というか、突っ込まれる前にキャーなりの悲鳴を上げて胸を隠すぐらいのことをしろと思うのだが、あまりも今更俺の視線を気にするようなこともなく、全裸のままスタスタと歩いて洗面所の前まで行くと、ヘアドライヤーのスイッチを入れた。私って汗っかきでさ、夏場は1日3回ぐらいはシャワー浴びるのよね。油断してるとおっぱいの下に汗もができたりで大変なのよ。巨乳も大変だな。お兄ちゃん、なんか飲もう？ああ、悪いな。じゃあ、ちょっと待っててね。今用意するのよさ。そう言うとマキナは手にしていた本を床に置き、勝手知ったる我が家のごとく、天音の部屋の冷蔵庫を開け、頭を突っ込む。もはや自分の部屋だな。なに？なんか言った？マキナはずっとこの部屋に入り浸りなのか？そうね。マキナがこの学園に来てからずっとかな。この子、一人だと夜中に大声上げて泣くから。失敬なのよさ。今はもう泣かないのよ。時々自分のお部屋に帰って寝てるもの。月に一度帰るかどうかじゃない。しかも私に怒られた時とかそんな時ばっかり。ねえ、お兄ちゃんはああやって意地悪なことばっかり言う女をどう思う？母親以外で口うるさくしてくれる女ってのは貴重だそうだ。大事にしてみちゃどうだ？お兄ちゃんまでそんなことを言う。随分と住みにくい世の中になったものよさ。言いながら、マーキナは缶に入ったオレンジジュースを俺に差し出す。あのな、マーキナよ。そのお兄ちゃんって呼び方はなんとかならんのか？なんで？いや、なんというか、むずがゆい。そのうち慣れると思うのよ。私もマキナって呼ばれるの慣れたし。マキナはマキナだろ？名前で呼ばれるの嫌なのか？実はね、私、マキナって名前、あんまり好きじゃないのよさ。おお、理由を聞こうか。なんかマキナって、バギナみたいなのよさ。は？だから、バギナ。そうか、それはなんというか、パックリした感じだな。でもね、バギーナって言うと、なんかアイドルっぽいよね。ああ、そうだな。おい、あまね。何さ？こいつはラリってんのか？お前普段こいつの食事に何を混ぜてるんだ？失礼ね。何も変なものは食べさせてないわよ。それにしてはなんというか、夜間戦闘に備えて軍医に暗視ホルモンを注射された連中に似ているというか。見えちゃいけない何かが見えて、聞こえちゃいけない声が聞こえてる人っぽいのだが。俺は思わず目の前にいるマキナの頭に手を乗せ、ぐりぐりとかき回してみる。いてえよ。瞳孔は開いていないようだ。そんなに疑うならあんたも食べてく？あ？だから晩ご飯。今夜はおでんにするつもりだから人数増えても平気だし。ほほー。おでんというと。違います。あなたが今想像したのは北欧神話の最高神です。ポケをインターセプトされた。がっかりなのよさ。なんだそりゃ。まあいいから食べていきなさい。おい。下手に断ってアマネーに恥かかせちゃダメなのよ。いいからおいで。
マキナは俺の手を取ると強引に引きずって連行しようとする。まあいいか。おでんなら俺の嫌いなものが入っていることもないだろう。俺自身好き嫌いは少ない方だが、精神的に受け付けにくい食い物というのが少しはある。はい、ここ座って。ああ。いかにも女物といった可愛らしいデザインのクッションを勧められ、何やら苦々しい思いで腰を下ろすと、マキナはそんな俺の膝の上に腰を下ろした。おい、こら。何さ。なんで俺の膝の上に乗る？嫌なの？そうじゃないが。マキナの口調がアマネのそれに似ていることに、俺は今気がついた。考えてみれば、マキナがよく口にする語尾が、なのよと、なのよさってのは、アマネの口癖が歪んで伝染したものなのかもしれないし。こういう男に対して強引な態度もよく似ている。ペットは飼い主に似るというが、そのうち父を半分放り出したまま外に歩いては、罪もない個人商店の店主をかどわかし商品を騙し取る悪女になるかもしれない。このままではいかんな。実際俺の位置からではつつましやかなマキナの父が見えている。これはことによると、アマネの下品な巨乳よりも人心を惑わせる魔力を秘めている可能性もある。なに？おい、アマネ。何よ、今手が離せないんだけど。こいつが何のためらいもなく俺の膝の上に乗ってくるのはお前の影響じゃないのか？はあ？嫌なら下ろせばいいじゃない。別に嫌ではないが、街で知らないおっさんの膝の上にでもひょいひょい乗ったらまずいんじゃないのか？大丈夫よ。言ったと思うけど、マキナって結構人見知りするから。っていうか、あんたたち、いつの間にそんなに仲良くなったの？まあ、ここ最近会話する機会が何度かあったからな。それにしたって、この子がこんなに早く男の人に懐くのって初めてよ。あんた、マキナに何したの？特別なことは何もしてないが？男の人とは話すのだって苦手なのに、マキナとまともに会話できる男の人って、八百屋のおじさんぐらいよ。そうなのか？マキナが俺に懐いた原因。何か食い物を与えて餌付けした覚えもないし、母親に内緒でエッチな遊びを教えた、覚えもない。考えてみても何も思いつかない。お兄ちゃん、これ、開けて。俺の疑問など知ったことかといった様子で、マキナは手にしたオレンジジュースの缶をずいっと差し出し、小首をかしげながら開けてである。これはいわゆる萌えキャラ気取りの勘違い女が自らの非力をアピールすることで男心をくすぐるパターンだが、実際にマキナは指が細くて短く、見るからに非力だ。ほら、開いたぞ。ありがとう、お兄ちゃん。何？なんかあんたたち本当に仲がいいわね。マキナがこんなに人に甘えるのって珍しいわよ。もしアマネが同じことをしたらぶん殴ってるよな。なんで私本人に同意を求めるかな？それで私になんて答えろっての？別に誰でもこうやって甘えてるわけじゃないのか？そうね。私以外にそうやってベタベタすることってほとんどないかな。そうか。俺とアマネの会話を聞いているのかいないのか、マキナは俺の膝の上でパラパラと本のページをめくっている。もうマキナ、おっぱい見えてるってば。ブラしなさいっていつも言ってるでしょ。だってあれ、きついのよさ。きついって言うほど出っ張っちゃいないでしょがあんた。いいからおいで。もうちょっとで読み終わるのに。ほら、久
せてあげるから立ってん。アマネはマキナの脇の下に手を入れると、俺の膝の上から無理やり立ち上がらせる。喪失感といえば大げさかもしれないが、膝の上に乗っていたぐにゃぐにゃした温かい生き物を取り上げられると、なんだか寂しい気がした。はい。ちゃんと自分の足で立つの。にゅ。もう足踏んでるし。ごめんよ。もう。ほら、キャミ脱がすから万歳して。万歳。なあ、おい。服ぐらい自分で着させたらどうだ？この子、服着るの下手なのよ。へいうか、服が嫌いなのね。病院ではずっとスモックしか着てなかったって言うし。スモック？ほら、病院で手術を受ける人が着るやつ、背中で縛って着るの。ああ。あればっかり着てたせいか、ゆるっとした服じゃないと嫌がるし、こうやって誰かが服を着せてあげないと、パンツすら履かないのよね。ちょっと。あまね、痛いよ。我慢しなさい。こうやって、背中と脇の下から脂肪を寄せ集めてカップに詰めるの。そうすればほら、ちょっと出っ張るでしょ？息苦しいのよさ。女ってのは、息苦しいものなのよ。はい、できた。へへへ。どう？巨乳？ああ、びっくりするぐらい巨乳だな。何を食えばそんなにでかくなるんだ？パン？あとイチゴ。そりゃ単純にあんたの好きな食べ物でしょうが。そうか。マキナはパンとイチゴが好きなのか。なんかバカっぽいような気もするが、まあキャラに合っているといえば合っている。基本的にあんまりご飯食べないのよ、この子。でも、なぜかパンと果物だけはよく食べるのよね。パンは硬いパンがいいのよさ。なんだ、硬いパンって。ほら、フランスパンとか、ドイツの方の硬いパンあるでしょ？日本人は普通さ、ふわふわで、もちもちしたパンが好きなんだけど、なぜかこの子は重くて硬いパンが好きなのよね。ふにゃふにゃしたパンなんざ、歯の悪いグランマの食い物なのよさ。パンはやっぱり、どっしりとした重みと歯ごたえがないと、美味しくないのよさ。まあ、朝はあんまり食べたがらないんだけど、チーズとハムとレタスをライ麦パンに挟んだサンドイッチならもりもり食べるわよ。なるほどな。ねえ、あまね。私、もう本読んでいい？いいわよ。ちゃんと床に座って読みなさい。ユウジくんの膝の上でジュースこぼしたりしないように。何やら苦労が多そうだな、アマネも。まあ、手のかかる子だけど、そこが可愛いって思えばあまり苦にはならないし、変な子だなとは思うけど、これがあの子の素の状態なのよね。いい年した女が見た目の幼さを利用して自己演出しているのではと疑っていた俺なのだが、実際のところこれが素なのだと言われてしまえば反論の余地もない。それにね、あの子自分で自分のことバカだって言うけど、そんなに頭が悪いわけじゃないのよ。むしろ私なんかよりずっと頭いいんだから。まあ確かに比較対象がアマネなら大差はないような気もするが。失礼な。というか、マキナを侮っちゃダメよ。証拠見せてあげようか？証拠？マキナ、ちょっとおいで。なんなのよさ。あんたその本読み終わった？そうね、大体は。じゃあその本ちょっと貸してみ。問題出してあげる。いいけど。
天音はマキナから本を受け取ると、それをそのまま俺に手渡す。そんじゃ、161ページ。動物の進化シリーズ、大型恐竜の時代、中生代ジュラ紀。約1億4600年前から2億年前。中生代第2の時代はジュラ紀と呼ばれ、恐竜の時代としてよく知られている。三畳紀に出現した恐竜たちは数多くの種を生み出し、その繁栄は後の白亜紀まで続く。あれ？これってザリガニの本じゃないの？子供向けの動物雑学の本だ。内容はザリガニだけじゃない。俺は天音から受け取った本の161ページを開いてみる。そこには見開きページで首長竜のカラーイラストが掲載され、その横に呪文の上に白抜き文字が印刷されている。内容は合ってる？合ってるな。それも一語一句と間違っていない。じゃあ、次は29ページ。いいなあ、この能力俺も欲しいな。そしたらこんなに言い間違いとかすることなくなるのに。そこは広告ページ。合文社の子供の学習シリーズ、働く自動車、神秘の世界宇宙、野鳥で見る環境科学、絶滅した愉快な動物。日本の工場、コンタクトレンズができるまで、土と微生物の働き、有機栽培の野菜作り。じゃあ86ページは？猫より犬の方が賢いって本当？犬の種類の多様性は他の種をはるかにしのぎ、多岐にわたる。長年人間の手によって交配されてきた犬の歴史は、狩猟用や刀剣用や愛玩用と様々なバリエーションを生み出し、今なおその種を増やし続けている。どう？合ってるでしょ？確かに合っている。どうよ、すごくない？この短時間でパラパラっと流し読みしただけで、あの本の内容丸々一冊全部覚えちゃったんだよ。天才じゃない？ああ、確かにすごいな。あれ？あんまり驚いてないね。マギナ、質問だ。144ページに載っている鳥の写真を覚えているか？覚えてるのよ。鳥の色は何色だ？わかんない。青だったと言われれば青だったような気もするし、赤だと言われていれば赤のような気もする。やっぱりな。なーに？どういうこと？マキナは色の情報を記憶していないんだ。カラーページでもモノクロとして記憶している。その方が早く記憶できるんだな。そういうことなのよさ。いや、ごめん。私にはさっぱりわからない。実のところ、俺の姉にも同じ能力があった。俺の姉がその能力に気づいたのは、姉が7歳の頃だ。学校の図書館で借りてきたという本をものすごいスピードで何冊も流し読みしている姉を見て、俺は思わず声をかけたのだ。それでちゃんと読めているのか？そんな俺の問いに姉は読んではいないけど内容は記憶しているからとことも投げにそう答えた。そんなバカなことがあるものかと俺はその場で姉をテストした。そう、たった今姉がマキナにそうしたように本のページを指定し内容を口頭で説明させるというやり方だ。そして俺の姉は見事に本の内容を暗記していた。姉が言うにはモノクロの本ならもっと早く記憶できる。とのことで色彩情報を無視していいモノクロの本であれば左目と
右目と左目で同時に2冊の本を記憶できるかもしれないと言い出し、当時の俺を大いに驚かせたのだ。それから4年後の11歳の頃には、姉はカラー本の高速記憶に成功し、密かに練習を重ねていた左右での2冊同時記憶も習得してしまったのだから、驚愕を通り越して恐怖を覚えたほどだ。要は本を読んでいるんじゃなくて、ページを絵として右脳に記憶しているんだ。内容を尋ねられた時は、記憶した絵を右脳で再生し、それを左脳で改めて文字として認識して読み出す。そんな感じか。そうそう。うまく説明できないけど、そういうことなのよさ。わかんないな。具体的にはどうやってるの？俺も詳しくは知らないが、本のページを文字の集合体ではなく絵として記憶することで、意味がネグレクトされた軽い情報として高速処理して、必要な時だけ意味を後付けするというか、わかりやすく説明すると、圧縮ファイルをローカルにダウンロードしておいて、必要な時だけ回答する感じか？何それ？つまり、本を読み終わった時点では、本の内容を知らないってこと？そういうことだ。私の一番の問題は、一度覚えたはずなのに、その記憶をどこにしまったか忘れちゃうことなのよさ。ダメじゃん！記憶はできても、記憶のアサインが下手なんだ。訓練で脳のスパインを発達させればいいらしいぞ。どうやって？同じ情報を何度も繰り返し記憶して、シナプスで刺激すると忘れにくくなるらしい。俺の姉は同じページを8回記憶してからページをめくっていた。あとは体を動かしながら記憶すると、手続き記憶ってやつとつながりが強くなって忘れにくくなる。よくわかんねえ。それでいい。別に天才になんかなる必要はない。そうそう。天才になったところで、得られるのは賞賛じゃなくて、敵意と嫉妬だって言うじゃない？誰が言ったんだそんなこと。誰だっけ？なんかの本で読んだような気がするけど、覚えてないわ。ねえ、あまねえ。ザリガニに餌あげる時間だよ。はいはい。今、缶詰開けてあげるから、ちょっと待ってなさい。じゃあ俺はそろそろ、自分の部屋に戻るかと言いかけたところで、マキナにガシッと手をつかまれた。ねえ、座って。一緒に本を読んでほしいのよさ。もう読み終わったんだろ？そうだけど、一緒にいてほしいのよさ。ダメ？いや、ダメってわけじゃないが。ねえ、知ってる？女には男に甘えたい日があるものなのよ。おお、それは初耳だな。それがなんと今日なのよさ。だから甘えさせてくれなきゃダメなのよ。そうか、なら仕方がないな。今日は甘えたい日だから甘えさせろ。なんとも乱暴な言い分だ。もしこれが甘えだったら、おそらく俺はアホかと一生に付し、デコピンの一発でも放っているところだろう。しかしなんというか、マキナのこの幼いなりで甘えられると、どうにも抗いにくく強い態度に出られない。子供に甘いというのは決して悪いことではないが、おそらく俺のようなやつがテロリストの仕組んだ子供爆弾で命を落とすタイプなのだろう。というかお前、よく考えてみれば、年齢的には俺とそう大して変わらんだろうが。不思議そうな顔をして俺を見るな。まあまあ、ほら、こっち来て座って。そして抱っこしてちょうだい。言っておくが、今日は特別だ。そういつも俺が甘やかすと思うなよ。はいはい。
お兄ちゃんってば本当にツンデレなんだから。ぐっ。ツンデレ？今までそんなことを誰にも言われたことなかったが、もしかして俺はツンデレなのか？そもそもツンデレとは何だ？ツンデレとは普段はツンツンしている女が何かのきっかけでデレデレと甘えてくるような、そういった印象を称してそう呼ぶのではないのか？だとしたらおかしいじゃないか。俺が一体いつデレデレしたと言うんだ？いや、まあ確かにこういうしてマキナに膝を許してしまっている時点で若干男子力が軟弱化している感は否めないが。しかしこれは年少者に対する懐の深さの表れであって、決して利己的な理由で膝を許しているわけではない。そうだねえ、ユージくん。なんだ？そういえばさ、ザリガニの餌ってサバの水煮缶でもいいのかな？ああ、要はカロチンを含んでいない餌なら何でもいいんだ。おや？なんだよ。なんなんだ？気持ち悪い。何か言いたいことがあるなら言ったらどうだ？いやー、なんかもうすっかり懐いてるなーと。いいな、羨ましい。マキナと仲良くしろと言ったのはお前だぞ。やだな、別に責めてないじゃない。でも正直こんなに早く馴染むとは思ってなかったからちょっと意外かな。あれ、マキナ寝ちゃった？なんだと？珍しく静かにしているかと思えば、マキナはいつの間にか人の膝の上で目を閉じ、首をカクカクと揺らしている。ついさっきまで起きていたはずだが。ああ、マキナはね、たまにあるのよ。そうやって突然寝ちゃうことが。そういえば、以前学園の中庭で見かけた時も、茂みの中で寝ていたが。よくあることなのか？まあ、頭をたくさん使った時とかたまにね。さっき本を読んでたからそれが原因かも。その子、放っておくと1日14時間ぐらい眠るのよ。本当に猫みたいなやつだな。時々立ったまま寝ちゃうことがあって、そのまま倒れて頭を打ったりするから気をつけないといけないんだけど、今日はユージくんの膝の上で助かったわ。ユージくんのこと相当気に入ってるみたいね。わからんな。どうして俺みたいな男に泣きつくのか。そう？私にはなんとなくわかるような気もするな。そう、例えばさ、ユージくんはマキナのことを見てかわいそうな子だなって思う？いや、別にそうは思わないが。仕方のないやつだとは思うが、それをかわいそうだと思ったことは一度もない。でしょ？まずはそれが一番の理由じゃないかな。2番目の理由があるのか？そうね。ユージくん本人はあんまり自覚がないかもしれないけど、ユージくんってマキナのこと嫌いじゃないでしょ？っていうか、ちょっと可愛いと思ってない？それはどうだろう。まあ、嫌っているということはないにせよ、うざいと思ったことはあるが、可愛いと感じたことはあまりない。あまねは何か俺のことを誤解しているのかもしれんが、俺は割と思ったことをはっきりと口にする男だ。マキナをうざいと感じたら、はっきりとそう言う。そうやってマキナが膝の上で寝ちゃってるのにどかそうともしない人の言うことじゃないよ、それ。いや、それはまあ無理に起こす理由がないだけのことで。でもまあ、そうだね。変に我慢して同情されるより、はっきりと言ってくれる人の方がわかりやすいのね、マキナには。下手な同情はしない。
バカな真似をした時にはかわいそうな子供だからと多めに見たりはしない。それがマキナにとってはありがたいということか。それでいて、結局はマキナに甘いしね。そりゃ懐くわよ。俺は甘いか？まあいいんじゃない？そういうらしくないところも含めてユウジくんなんだしさ。随分と知った風な口を聞くじゃないか。マキナ起きた？私、また寝ちゃってた。まあ15分ぐらいかな。何か夢を見た？覚えてない。そっか。じゃあはい、これ。何？サバ缶だよ。ザリガニに餌をあげるんでしょ？そっか。さあ、たくさん食べて、まるまると太るのよ。なんかフラフラしているが大丈夫なのか？いつものことだし平気よ。これ、味がしないのよさ。本当に平気か？あいつザリガニに餌やりながら自分も一緒に缶詰食ってるぞ。いつものことだし平気よ。お前さ、結構アバウトだな、そういうところ。それもいつものことよ。はは。笑おうとして喉が張り付き、俺はむせ返るようにして咳き込んだ。ちょっと大丈夫？あまねはテーブルの上に置きっぱなしになっていたオレンジジュースの缶を手に取ると差し出した。俺はそれを受け取るとぐいっと一気に煽る。平気だ。俺の笑顔が下手くそなのもいつものことだ。それはいつか直してあげなきゃね。直す必要なんてあるのか？というか、それ以前に治るものなのか？まあ、とりあえず、あんたの作り物っぽい笑顔と、マキナのデタラメな言葉遣いを直してあげるのが、私の当面の目標かな。私の言葉遣いのどこがおかしいっていうのよさ。まず自分の言葉遣いがおかしいってことに、本人が気がついていないってのが一番の問題よね。うっさいしゃくれ。あんたなんやその口の利き方。しゃくれてへんわほんで。こんこはほんま。これ待ち。いやー、ダメー。こんこはほんま。誰に似たんか口の悪い。ええ加減にせんとお口縫うてまうよ。そんなに強く引っ張ったらダメなの。自分の悪癖というやつは、往々にして人に指摘されるまでは気づかないものだ。こうして見ていると、果たしてマキナの言動の異常はあまねから伝染しているような気がしてならないのだが、そんな現状に対して奥ゆかしくも紳士的な俺は今それをあまねに伝えるべきだろうか悩む一方、最も原始的でめんどくさがりのもう一人の俺がとばっちりはごめんだぜと口を閉ざしたがる。生命題と反命題が同時に発生するというのもまた人の心が持つ業というものか。そして人は心に矛盾を抱えたとき、例えるなら試験前の前夜に部屋の掃除を始めてしまうようなノリで、まるで関係ないことに気持ちが飛ぶ。気がつけばコトコトと鍋の煮える音が耳に心地よく届き、おでんの出汁の柔らかくも風味豊かな香りが鼻をくすぐる。腹が減ったな。結局、俺がその日夕食にありつけたのは、それから30分後のことだった。